通りを歩いている時にこんな風に奇妙に引き伸ばされた絵に出会ったら素晴らしい体験をすることになるでしょう。でもそのためには正確にある場所に立つ必要があります。これはアナモルフォーシス Y 像画法という騙し絵の技法です。アナモルフォーシスは遠近法の特殊な例です。画家は遠近法によって2次元面上にリアルな3次元の光景を描き出します。現代ではありふれた技法ですが、このような遠近法はイタリア・ルネッサンスに登場しました。古代の絵画では同一平面上の人物を象徴的な重要度に応じて大きさを変えて描きました。古代ギリシャローマの画家は小さく描くと遠くにあるように見せられると気づいていましたが、遠近感を与える初期の試みの多くは一貫性がなく不正確でした。15世紀のフィレンツェで画家たちは遠近法による錯覚の精度を高めるには数学の原理を応用することに気づきました。1485年、レオナルド・ダ・ヴィンチは数学を駆使してアナモルフォーシスの最初の使用例として知られる絵を描きました。その後、多くの画家がこの技法を採用しました。その中には天使たちを描いたハンス・ホルバインがいます。この絵の特徴は、横から絵に近づくと歪んだ図形がドクロに変わるのです。画家が演出したこの効果を理解するには、まず遠近法の仕組みを理解しなければなりません。窓の外の景色を眺めています。物体に反射した光を目が捉えますが、その途中で窓を通ります。じっと立った状態で片目だけを開き、見えている像をそのまま窓に直接描けたとしましょう。その結果の絵と実際の眺めはほとんど区別できません。平面的な画像に脳が奥行きを与えるからです。しかしこれは特定の位置から見た時だけで、立ち位置が少し横にずれただけで絵の立体感は消失します。画家は遠近法での描写は二次元平面への投影に過ぎないと理解しています。そこで画家は数学を用いて遠近法の基本ルールを作り出し、窓がなくても描けるようになります。ルールの一つとして、このような平行線はカンバスの面と平行な場合のみ平行に描けます。そうでなければ消失点と呼ばれる共通の一点に修練するように描かなければなりません。これが標準的な遠近法です。天使たちなどに用いられたアナモルフォーシス画法では、カンバスを正面から見ると画像は伸びて歪んだように見えますが、絵の側方に移動して正確にある点から見るとドクロが現れます。先ほどの窓の話で例えると、画家がまっすぐでなくある角度に傾いた窓に描くようなものです。でもそれはルネッサンスの画家がアナモルフォーシスで用いた方法ではありません。典型的な手法では、まずある面に通常の絵を描き、次に光や方眼、紐なども使ってカンバスに角度をつけて投写します。では、歩道にアナモルフォーシスの冊子画を描いてみましょう。既存の光景の中に立体像の錯覚を継ぎ目なく付け加えるのです。まず歩道の手前に窓を配置し、そこに描きたいものを書き込みます。周りの部分と同じ視点で描く必要があります。それには遠近法の基本的な規則を使えばよいのです。絵が完成したら自分の目があった位置にプロジェクターを設置し、描いた絵を歩道へと投影し、チョークでそれをなぞりましょう。歩道に描いたものと窓に描いたものはその視点からはほとんど見分けがつかず、見る人の脳はまたもや錯覚を起こし、地面に描かれたものを立体的なものと思い込みます。このような錯覚を起こすには平面に投影するだけでなく、複数の面に投影したり、様々なオブジェを寄せ集めて、ある特定の視点から見るとまるで違ったものに見えるようにもできます。地球上に硬い表面を見つけたら、それを奇妙で摩訶不思議、身のすくむような眺めに変えられます。歩道からコンピュータの画面に至るまで、数学と遠近法が全く新たな世界を作り出す例の一部に過ぎません。テッドエドは質の高い教育コンテンツを多くの言語で無料で人々に提供できるよう取り組んでいます。パトレオンに寄付して非営利のサポートをしてください。チャンネル登録もお願いします。